こんにちは、ブラックパレードの良平です。今回は2020年 FXLRS ローライダー S のエピソード3ということでですね、まずね、納車されてから何をしたらいいかっていうのをご紹介していきたいと思います。はい、というわけでですね、本当この間ですね、これ納車してもらって、で本当にディーラーさんからね、帰ってきたまま何も手をつけてなくて、でもこの時点で、僕がいつもやってることは3つあります。でこれは結構僕の中では大事かなっていうのもあって、でまず納車されたら皆さんこれをねやっていただければいいんじゃないかなっていうことをご紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず1つ目からいきたいんですけども、多分どの車種にもついてるんですけども、このねリフレクターがついてるんですね。でこっち見てもらうと後ろにもついてるんですけども、これかっこ悪いですよね。で実際はね車検の時っていうのは後ろの赤いリフレクターっていうのはやっぱり必要になってくるんですけども、横は正直必要ないんですよ。これなくても車検は全然通るので、これはね取っていきたいと思います。これは結構最初取るのが結構面倒くさいんですけども、1個コツを覚えれば結構簡単に取れるので、今日はまずそれからやっていきたいと思います。はい、じゃあまずですね用意するのはこちらのドライヤーと、あとこういうねプラスチックのスキージーっていうんですかね、こういうヘラみたいなやつがあるといいです。金属のものとかだともう傷ついちゃうので、できるだけプラスチックとか、あとは釣り糸とかを結構代用される方も見えるので、釣り糸ある方は釣り糸でもいいかなと思います。でまずやっていきたいのが、ドライヤーでね、これが両面テープでくっついてるだけなので、ドライヤーで温めてあげて、でちょっと動くようになってきたら、このスキージをね間から入れてこうメキメキメキといくと、結構ね新車の状態だとまだくっつけたばっかりなので簡単に結構取れやすいと思います。なのでちょっと1個やってみたいと思います。じゃあドライヤーをつけて温めていきます。最初は結構でももうこれこう見てもらうとちょっと動くんですよね。結構簡単にいけるかもしれないですね。結構これが長い年月経っちゃうとなかなか取りにくくなっちゃうんですけども、でこうやって入れていくとちょっとずつ浮いていくと思うんで、ほらこうやってもう中から両面が取れて出てきてるので、でもうこうなってきたら多分手だとまだちょっと厳しいので、もうちょっとこのスキージーで攻めていきたいと思います。こう多分ちょっとずつちょっとずつ奥入れていけば、ちょっと力いるんですけど、もうこうなってきたらもうこのままいっちゃえば、温めながら、もうこれいけますね。このままベリベリっといけばこれは取れます。でこれは割れてないので、このまままたね両面使えば再利用はできます。で引き続きここもね温めていけば両面が取れると思うので、結構これ諦めてつけっぱなしにしてる方いると思うんですけど、これは絶対ない方がかっこいいですよね。ほらこんな感じでいけました。で、ちょっとねこうやって糊が残っちゃってる部分があるんですけども、ここはもうパーツクリーナーかけちゃえばいいのでちょっとやってみます。はい、じゃあこちらのパーツクリーナーとこういうねクロスがあればいいと思います。ここに引き付けてやってあげれば、結構ねこの通りそうこの細かい線が入ってるので、これキコキコキコいったりするんですけど、綺麗にここもちょっとあるかな。これはもう根気よくやってればすぐいなくなるので、はい、こんな感じです。どうですか？ない方がいいですよね。じゃあ続いてね、逆側とあと、後ろをちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあ続いてですね後ろもやっていきたいと思います。これもね同じようにドライヤーで温めていけばよっぽどいけると思います。やっぱこれ本当多分新しいうちにやった方が、僕スポーツぐらいの時もやったんですけど、絶対先にやっといた方がいいと思います。これも同じ要領で
まあちょっとねフェンダーストラットとかがあってちょっとやりづらいかもしれないんですけど、まあこういう感じで。結構手熱くなるんで、あんまり当てすぎてもね塗装に良くなかったりするんで、その辺は加減しながらやってみてください。ちょっとこう置いといても多分このままいけそうですね。これもこんだけめくれてこれば、できるだけこういう感じで引っ張っちゃうと、やっぱこの角がペイント面に当たっちゃったりするので、できるだけこっちにも引っ張ってあげて、できるだけ傷をつけないように、してあげた方がいいと思います。でこっちはちょっとのりが残り気味かな。でまあ大丈夫ですね。温めて取ってあげれば。まあヒートガンの、代わりみたいなもんなんですけど、ヒートガンだと結構熱くなるんで、よし、ドライヤーの方が個人的には皆さんご家庭にあると思いますし、いいかなと思います。でこれもねちょっと残った、ところはパーツクリーナーで取っていきたいと思います。はい、じゃあこれも同じようにこんな感じで、こっちの方がね平たい面なんで綺麗にはしやすいと思います。はい、こんな感じでね簡単に取れます。結構多分いい両面テープを使ってると思うので、剥がれにくくて、剥がす時は剥がしやすい、綺麗にまとまって剥がせると思うので、まずはねこれ皆さんぜひやってみてください。じゃあ次いきたいと思います。はい、そして続いてはですね、このシフトのペグなんですけども、これのね位置がミルウォーキ8のソフトよりなんかすごい気持ち悪い位置にあって、僕スポーツクライの時にも変えてるんですけども、なんか純正だとねすごい高いんですよ。なのでこう足を入れた時にめちゃくちゃ上に上げないとギアのチェンジができなくて足をつりそうになるので、これをねちょっと位置を下げていきたいと思います。で必要なのは、2分の1サイズですね。2分の1のラチェットとメガネがあれば、外せると思いますので、早速やっていきます。ここ固定して、両側固定して、外してあげればいけると思うので、こっちのね内側の方をまずナットを取ってあげるようにすればいいと思います。はい、で緩んできましたね。不安な方はディーラーさんでね納車する時にもうこれはちょっと角度先にまたがって気になるようだったら、納車の時に変えてもらった方が、間違いないかと思います。でこれネジ抜いて、そうするともうこれが抜けるので、こうちょっとこうずらしていくと抜けます。で間にゴムのねワッシャーが入ってるので、それなくさないようにしてください。これですね。で一回ちょっとねこれがねちょっと中に入っていっちゃうんですけど、一回ちょっとなんとなくでちょっと気持ち低くしたかなぐらいで、こう仮の位置でねやるといいかと思います。もうちょこっと差し込んでいいかな。これねさっきまで乗ってたんでちょっと熱いんですけど、冷えてからやった方がいいかと思います。ここがね貫通してるので、こっち側にこっち側をちょっとこう外にこう出しつつ、なんか飛んでた、出しつつこれを入れてってあげると入っていくと思います。はい、こんな具合ですね。で奥まで入れてネジ締める前に自分でこう位置を確認して、これぐらいだったら良さそうかなっていうところで、一回ねこれも実際乗りながら多分これ一回やって乗ってもうちょっと上がいいなとかっていうの多分あると思うんで、繰り返しねやらなきゃいけないかもしれませんが、こんな具合でここがね面になるぐらいまで一応奥までちゃんと入り込んでることを確認して、これを留めていきます。ここもギュッと締めとかないとシフトアーム取れちゃうと困るので、
ギュッとしとけばよっぽどいいと思うので、こんな具合。さっきねこれぐらいあったのでだいぶ多分足もいい感じにいけると思います。あとねニュートラルちゃんと入ってることだけ確認してエンジンかけてください。はい、じゃあ最後いきたいと思います。はい、じゃあ3つ目ですね。最後になるんですけど、これ僕的には結構重要で、このまんまの状態だとね誰のバイクか分かんないのでステッカーチューンをしたいと思います。あんまり貼りすぎてもあれなんで、今回はこのイーグルロゴと新しいタギングのロゴをね貼っていきたいと思います。これは無造作に貼っていきたいと思うんですが、まずはねダッシー、これ大事なんで、この辺に貼ろうかなと思うので、パーツクリーナーで拭いて、で、透明のフィルムにねきちっとつくように剥がします。そして、イメージで大体こうするのかこうするのか、どういう風がいいかな。地面と平行ぐらいでいくのか、このカバーにね合わせていくのかちょっと難しいんですが、ここに行こうかな。カバーに合わせて、でさっと置いて、こんな具合で貼っていきます。でこうちょっと浮いててね空気が入りそうだなっていうところがあったら、先にこっち側からどんどん剥がしちゃえば全然大丈夫なんで、はい、で上からね指で押さえてあげて完璧です。はい、じゃあもう一個はこのねイーグルロゴ、これが結構難しいんですよね。これと合わせてここに貼っちゃってもいいかな。あんまりね BPMSW ってなっちゃうと結構くどいんで、せっかくこれをちょっと斜めにあってここに隙間があるので、こうカバーと合わせるか。結構ねソフテールのここのカバー斜めだから結構難しいんですよね。でもこういくか、こう合わせるとちょっとなか、こっちに行っちゃうか。微妙だな。ここかな。分かんない時はね一回ここにマスキングテープとかでこうやって貼ってあげて、ちょっと遠目から見てあげるのも、いいかと思います。ここもな隠れないしな。結構定番なのはここのリアフェンダーのところにこういう具合で貼っちゃうのさりげなくてよかったりするんですけどね。よし、じゃあここに行きます。ここはなんか良さそうなんで、もう一回ステッカーのところにつかないように今ね手で触っちゃったところだけダッシュして剥がして、この辺はざっくりでいいんじゃないですかね。よし、こんな具合でまたなんか貼りたいのがあればこことかここにちょっと貼ってもいいんじゃないかなと思います。ちょっと埋める感じでもいいですよね。はい、こんな感じですね。はい、というわけでですね、僕が新しいバイクが来た時にねまずおすすめするね最初にこうやることをお伝えしたんですけども、あとは例えばレバーとかもねこうまたがった時に自分のこうポジション的に気に食わなければ、これもね多少であれば角度を変えれるので、例えばもうちょっと下にしたりとか上にしたりとかっていうのも変えれますし、ハンドルのポジションもここのね、ボルトを4本上げればもうちょっと前に倒してみたりとか、そういうこともできるので、いろいろとね試して自分に合ったポジションにすることも大事かなと思います。やっぱりあくまでねこれは吊るしのストックの状態なので、自分に合ったバイクに変えていくっていうのもかなり大事じゃないかなと、個人的には思います。本当にご自身でねやってなんか大変なことになってもいけないので、できるっていう自信がある方は全然ね自己責任でねやっていただければいいですし、不安な方はディーラーさんの方でねやっていただければいいと思いますので、その辺は、ご自身の判断でやっていただければと思います。
はい、というわけで今回はですね、プロジェクト、2020年 FXLRS の、エピソード3でね、まずね来た時に何やるかっていうのをねいろいろお伝えしたかったので、今回の、エピソードさせていただきました。はい、というわけで、次はねまだまだ鳴らしをしなきゃいけないので、その辺の動画を、ぜひ楽しみにしていてください。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。